はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。いきなり 3D プリンターでプリントしているところから始まっていますが、今回は鋳造の実験をちょっとやってみたいと思います。内容的にはロストプラキャスティングという手法になると思います。基本的にはロストワックスと同じなんですけど、原型の部分を 3D プリンターで出力していくという手法ですね。専用のフィラメントなどもありますが、高価なので基本的には PLA を使って出力していきます。今回は実験なので、設備にお金をかけないように手持ちの設備でできる範囲でやっていくので、あまり大きなものはできませんね。うまくいけば大型化していく予定ではあります。とにかく 3D プリンターで原型を作るところから始めていきます。ちょっと映像撮り忘れてしまって、この原型組み立てるシーンがなかったので、多少順番が前後してしまいますが、このままお楽しみいただければと思います。プリントしたものを収穫して組み立てたら、シーンは前後してしまいますが、新しいコーティング剤をこれから作っていきます。それでは、新しいコーティング剤を作ってきますが、どうなることやらって感じですね。まず、メインになる計算ですね。要はシリカです。シリカフュームというもので、理想はコロダイルシリカっていうのが欲しいんですけど、ないので、結局見つけられなかったので、シリカフュームで代用してきます。粒子が大きいので水に溶けにくいっていうのが問題点ですね。なんとかなってくれりゃいいですけどね。今回の試験ではこのバケツ1杯もいらない感じなので、少量作ってきます。うまくいくようなら少し規模を大きくして作っていこうと思います。シリカを測ってきます。250g くらいで作れば、他の材料も入ってこんなもんでしょう。よし、次は水ガラスを作ってきます。およそ 350cc 程度の水を温めます。それに水ガラスの原料となるメタケイ酸ナトリウム、だいたい濃度 40% ぐらいでいきたいので、150ぐらい入れりゃいいでしょう。150、結構多いな。このメタケイ酸ナトリウムを水に溶かしてきます。少量ならすぐ溶けるんですけどね、量が多いので溶けにくいですね。なので加熱しながら攪拌して溶かしてきますね。ちょっと溢れそうなので容器移し替えますね。あとは加熱しながら全部溶けるのを待ちますね。手近なリトマス試験紙で pH 測ってみますね。メタケイ酸ナトリウムはアルカリ度が高いので、もし使う方は気をつけて使ってくださいね。だいたい溶けました。よし、これで OK と。まずは準備だ。じゃあこれをシリカフュームに混ぜて、残りは水と洗剤ですね。でサンドブラスト用のアルミナを少量と、こんな感じですね。よいしょ。これをシリカフュームに混合と。こんな感じでシャバシャバですね。
この骨材としてアルミナですね。よいしょ。アルミナの粉を150くらい。これとシリカの粉ももうちょっと追加しとこう。でこれも入れると。アルミナ入れたからちょっとジャリジャリですね。こんな感じで漆喰のようなものが出来上がりましたね。で最後に界面活性剤をちょっと。ここでおおよその今回の配合を出しておきます。まあ途中でいろいろ混ぜちゃったりしたんで正確ではないですが参考にしてください。あとは自分で調整していい感じにするといいと思います。で、コーティングするのはこのエンジン太郎メダルバージョン3くらいですね。まあうまく鋳造できたらまたイベントで売ろうかと考えてます。一回ちょっとこれでドブ漬け。思ったよりシャバいな。シャバシャバだぞ。これじゃちょっとシャバすぎるな。もうちょっと計算を増やして粘度を上げたいね。いいんじゃないかな。多分このぐらいだな、理想形は。まあまずは1層目。一応2個作ってあるのでこちらもコーティングと。とりあえず乾くまでこのまんま干しておきます。それでは引き続き2層目に行きますが、2層目からは砂をまぶして厚みをつけていきます。これを重ねると。砂をまぶすと。コーティング数は適当でいいと思いますが、今回は一応3回砂をまぶしたものと4回砂をまぶしたもの2種類作ってみました。これでよしと。あとは今回の実験ではこのスラリーがどのぐらい保存が効くかですね。ラップで蓋をした程度の保存できちんと持ってくれれば、大きい密閉容器に移してもっと大量に作ることも考えますけど。はい、焼成には電気式の溶解炉を使いますね。はい、で PLA の受けを作っとくと。でこっちが焼成する方のコーティング3層のやつですね。それなりに硬くはなってるね。でもってバーナーで湯口の上の部分までコーティングしちゃったのでちょっと砕いておきます。
これでよしと。口を開けとかないとね。こんな感じで吊るせるようにしてそっと入れると。これで蓋をすると。これで250度ぐらいで30分くらいかな。とりあえずやってきます。中の PLA 樹脂を可能な限り燃やさないで下に溶かしていくっていう感じですね。では温まるの待ちましょう。この方式がうまくいくようならこの炉をもっと大きくしてエンジンのパーツ作れるようなものにしたいですね。そろそろいいかな。ある程度全部抜けてくれてたらいいんだけどな。ダメか。抜けた抜けた。こんな感じでタール状に抜けましたね。よいしょ。そしたら温度を上げて800度突入。これで焼いてみてきちんとガラス化するかですね。中のものが全部燃えて、あとは金具必要ですね。ちょっと煙が多かったのでアフターバーナー焚いて煙減らしてます。はい、約2時間焼き付けたので一旦止めます。これであとは除冷ですね。中の様子をちょろっと見てみますね。はい、こんな感じでいい感じだと思います。はい、温度もだいぶ下がって今120度ぐらいですね。もう手袋してれば持てるレベルです。はい、一応瀬戸物として焼き付けできましたね。硬くなってる。感じとしてはやっぱこうやって逆さに置くための足とこうやって立てておくための足は必要ですね。それを最初から設計してプリントしちゃった方が無難ですね。とりあえずこんな感じでいけるか。それで3層から4層で十分ですね。はい、コーティング3層と4層それぞれ、焼成工程終わりました。もう中身がすっからかんと。なんとかなるんじゃないかな。じゃあこれをまた加熱して型を450度ぐらいまで加熱したら鋳込みやってきます。これで温度を450度。型の再加熱が終わったので鋳込みを進めていきます。2回目は型の温度を少し上げて煮込んでみます。とりあえず煮込んだものをワイヤーブラシできれいにしていきます。結構簡単にワイヤーブラシで剥がれてくれるので助かりますね。
今鋳込んだ分が第一陣でもう一回やるので、全体の総括はその後となります。はい、第2陣準備してます。第1陣との変更点としては、足をつけて自立できるように。これは調整するときにこの状態で自立させといた方が楽ということでこうしてます。それと、2種類、シリンダー型、いわゆる4ミリ、横型エンジンのシリンダーを模したものを1個、2個用意しました。大小と用意しました。1回目の時と似たような感じで、とにかくコーティング剤を塗っていきます。1層目はコーティング剤だけ。2層目以降コーティング剤を塗った後にアルミナをまぶして厚くしていきます。はい、1層目。だいたい乾いたので、ちょっとひび割れも出てますね。ちょっと乾燥させすぎたかな。2層目以降いきます。こんな感じで砂まぶして、これを4層繰り返します。あと3回ほど繰り返して鋳込みですね。これで4層コーティングしました。これで24時間以上乾燥させて、その後焼き付けですね。焼成工程です。せっかくなのでいつものスタイロ鋳造のコーティング剤をこっちの新しいのにした場合で試してみます。これも同じように、1層目は特に何もしないで塗るだけ。2層目以降はこれは 2,3 層やれば十分だと思います。2層で十分かな。3層そのぐらいですね。こんな感じでもう1層やるかどうか悩むとこですけど、ちょっと乾燥してから決めたいと思います。いい感じで乾燥しましたね。型としては問題ないでしょう。ではこれを調整してきますね。そしたらカップを中入れて、温度220度でセットと。はい、前回焼成までやったんですけど、その焼成から1週間経ちました。合計4つ準備した、焼成型が4つ準備してありますね。それぞれ型温度、鋳込み時の温度を600度と700度できればやってみようと思います。では電源入れて、まず一旦冷えてしまった型を再度加熱します。設定温度を600度と。じゃあまず1個目からいってみます。よいしょ。でよし。それでは型が温まったら順次進めていきます。炉が小さいので1個ずつしかできないのが辛いとこですね。
2個目以降もどんどん進めていきます。まあそうは言っても型が温まるまでの待ち時間があるんですけどね。3個目と、そして4個目もどんどん進めていきます。はい、最後の型はいつものスタイロフォームにこのコーティング剤スラリーを使ったものですね。実際これがどうなのか一度やってみます。はい、今回の結果ですけど、1回目、2回目、3回目、4回目と同じ原型の内容でやってます。原型はこんな感じですね。まあ過去に作ったエンジン太郎のメダルとほぼ同一のもの。まあ 3D プリンター用に若干の修正は入ってますけど、基本的には同じものだと思ってください。で、この列が上から1、2、3、4、5。型の位置ですね。湯口に近いところから遠いところっていう感じです。こう見ると、湯口から遠いところの方がエッジがはっきりするっていう感じですね。それぞれ1の1と1の5。こんな感じで。こっちが1の1、こっちが1の5ですね。エッジははっきりしますが、入らないところも結構あります。2番目の1と5もこんな感じで差がありますね。2番目結構綺麗に出てますけど、それでもやっぱエッジ結構入りきってない場所がありますね。3番目はの1と5。3番目からちょっとプリンターの調子悪かったんですけど、インフィルとかインフィル下げて、壁の厚み減らしたせいで、どうも原型の中にまでコーティング剤が入り込んじゃって、それで鋳造エラーが出てるみたいです。で、一番型の温度を上げてた時は正直1番が入らなくて2番から出来上がってました。型の温度はだいたい400、500、600、700っていう設定でやってます。700は正直もう結構荒れますね。なんだかんだ言って一番綺麗なのが500の前後。450から500でセットしたのが一番綺麗ですね。シリンダーのミニチュアモデルもやってみましたが、フィンがほぼ潰れですね。フィンが全然出てない。これに関してはフィンの幅 0.9 ミリ。0.9 ミリは鋳込みで入れるにはちょっともうきついんじゃないかな。ちょっと鋳込むには幅が狭すぎますね。もうちょっと大きいバージョンもやりましたが、状況は似たり寄ったりですね。あんまりフィンが綺麗に入らん。あんまりというか全然入らない。ディテールは結構いいんじゃないかと思います。そういう意味ではこの鋳造方法、今後もう少し詰める必要がありますね。いろんなパターンやってみれば少しは良くなるんじゃないかと思います。そして今回いつものロストフォームのスタイルフォームを使った消失型を使ったやつですね。コーティング剤だけがこっちと同じものを使ってるんですけど、
なんだかんだ言ってこれが一番綺麗です。肌がデコボコしてるのは、正直今回はいつもよくやるのはワックスを塗って、ローを塗ってツルツルにした型を使うんですけど、今回それをやらなかったっていうのも一つありますね。砂に埋没した感じとか、このフィンの出来の感じはかなりいいですね。スタイロフォーム鋳造にコーティング剤はありだと思います。実際ここは発泡スチロールの湯道でしたが、結構綺麗にいってます。あとは全体的に湯道を太くするというのは大事ですね。湯道が太ければそれだけで湯の入りが良くなると思うので、そこは気をつけた方がいいですね。うまくやれば結構いけるんじゃないかと思います。今後エンジンのパーツを作っていく場合、型を調整する釜ですねを用意しなきゃいけません。今回は手持ちの小型の電気炉使ってたので、入る寸法に限界があったんでこのぐらいのサイズしか作ってませんが、実際部品を作ろうというともっと大きい焼出型を作ることになるので、大きい焼成炉が必要になりますね。実験としては悪くはないですね。詰められそうな感じもあるんですよね。この実験は今後も続けようと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。